こんにちは、ゆきです。今回はこんな感じのクリームソーダを作っていきたいと思います。まずはシフトプラス A からメッシュの中のサークルを選択します。左下のアドサークルからバーテックスを16に変更しましょう。こんな感じで頂点を少なくできたら、今度はこちらのアイテムから直径を変更していきましょう。3cm の円に変更します。スケールがバラバラになってしまったので、コントロールプラス A、スケールを適用します。ではタブキーを押して編集モードに移動しましょう。まずはこの足の部分作っていきたいので、ES で縮小して M アットセンターで真ん中にマージしてあげます。続いて Alt を押しながらこちらの辺を選択して、こんな感じで一周選択できたら EZ で上に伸ばしていきます。続いて ES で縮小していきましょう。こんな感じにできたら、続いて EZ で上に伸ばしていきます。続いて ES で拡大して、このまま GZ で上に移動していきます。こんな感じの形にできたら、コントロールプラス R で辺ループを1本入れていきます。S で拡大していきましょう。正面から見るとこんな感じの形で、この一番上の円よりももうちょっと広めにしてあげましょう。コントロールプラス B でベベルをかけていきます。マウスホイールを1回回して、こんな感じで調整してあげましょう。もうちょっとだけ下の方を膨らませたいので、透過表示をオンにして、こんな感じで一周選択して S で拡大。もうちょっとだけ下に下ろしましょうか。こちらも GZ で少し下に下ろして S で拡大。こんな感じの形にできたら、一度滑らかにしていきたいので、コントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加してあげます。ではこちらのグラスの内側も作りたいので、また編集モードの状態で Alt を押しながら一番上の辺を選択します。ES で縮小したら、点キーの1を押して正面からの視点に切り替えましょう。まずは EZ で下に下ろして、こちらの外側のラインと同じぐらいまで来たら S で拡大していきます。だいたいこれくらいの幅で、続いて EZ でまた下に伸ばして、もう少しだけ S で縮小しましょう。また EZ で下に下ろして、こんな感じで内側に来るように移動して EZ でまた下に下ろして S で縮小していきます。最後また ES で縮小して M アットセンターでマージしてあげます。続いて今度今一番上が少し丸くなってしまったので、コントロールプラス R でこちらに辺を挿入してあげましょう。そうすると少しだけ丸みが減ったかなと思います。続いて今度今こんな感じで、この持ち手の部分がかなり膨らんでしまっているので、こちらを Alt を押しながら一周選択、コントロールプラス B でベベルをかけていきます。下の方も同じようにしていきましょう。Alt を押しながら一周選択、コントロールプラス B でベベルをかけます。あとは下の部分がちょっと丸すぎるので、コントロールプラス R で1本辺を入れてあげましょう。そしたらあとはこのグラスの部分を均一にしていきたいので、もうちょっとだけ調整してあげます。だいたいこんな感じでいいかなと思います。では今ポリゴンが見えてしまっているので、オブジェクトモードの状態で右クリック、シェードスムーズを選択します。では今度は中身のドリンクを作っていきましょう。またこちらを選択した状態でタブキーを押してエディットモードに移動します。内側の頂点を選択したらコントロールを押しながらプラスを押して選択範囲を広げていきましょう。
一番上からもう一個下のところまでこの内側を選択できたら Shift プラス D で複製してあげましょう。そうしたら P セレクションでこの選択した部分を別オブジェクトに分離してあげます。タブキーを押してエディットモードに移動して Alt を押しながら一番上を一周選択。ES で縮小して M アットセンターで中央でマージしてあげます。この状態だとこんな感じで外側がかなり丸くなってしまうので Alt を押しながらこちらの一周選択してコントロールプラス B でベベルをかけていきます。では続いて今度はアイスクリームを作っていきましょう。Shift プラス A からメッシュの中の UV スフィアを選択します。こちらの Add UV スフィアというところからセグメントを16に変更してリングを8に変更します。S で縮小していきましょう。サイズはこんな感じでだいたいこれくらいの位置に配置してあげましょう。今回はこちらは透過させないので適当に食い込ませてあげれば OK です。あとは滑らかにしたいのでコントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加。オブジェクトモードの状態で右クリックシェードスムースを選択します。こんな感じでもうちょっと大きい方が良かったですね。もう少しだけ大きくしてこんな感じでいいかなと思います。あとはスケールを1対1対1にしたいのでコントロールプラス A スケールを適用してあげます。では続いてさくらんぼを作っていきましょう。こちらのアイスクリームを Shift プラス D で複製して S で縮小していきます。タブキーを押してエディットモードに移動したら一番上の頂点と一番下の頂点を Shift を押しながら選択します。プロポーショナル編集をオンにしたら今スムーズになっているのでシャープに変更しましょう。SZ で小さくしていきます。マウスホイールを回してこのプロポーショナルの円のサイズを小さくしてあげましょう。こんな感じで上と下がへこめば OK です。あとはスケールを揃えたいのでコントロールプラス A スケールを適用します。ではヘタの部分も作っていきましょう。Shift プラス A からカーブの中のパスを選択します。S で縮小していきましょう。点キーの1を押して正面から見た状態で G で移動していきます。こちらの左端がこのさくらんぼの部分に来るようにしたらタブキーを押してエディットモードに移動します。プロポーショナル編集はいらないのでもう消しておきましょう。では1個ずつ G で移動していきましょう。正面からはこんな感じですね。横から見るとまっすぐすぎるので、あとはこちらも適当に移動させてあげましょう。こんな感じでいいかなと思います。ではこちらを太くしていきましょう。こちらの緑色のオブジェクトデータプロパティからこのジオメトリーを選択します。ベベルのこのデプスの値を調整していきましょう。だいたいこれくらいの太さでいいかなと思います。ちょっと長すぎたのでもう少しだけ調整しておきます。では今度メッシュに変換していきたいので、その前にもう少しだけ細分化量を減らしておきましょう。こちら今12になっているのを4ぐらいにしてあげるといいかなと思います。変更できたら右クリック、コンバートトゥメッシュでメッシュに変換します。これでこんな感じでメッシュに変わったと思います。では今度はこちらの先端を選択して ES で拡大していきます。横から見て E で伸ばしていきましょう。ES で縮小して M アットセンターで中央でマージしてあげます。こんな感じにできればいいと思います。あとはスケールが今 0.015 になっているのでコントロールプラス A スケールを適用してあげましょう。あとは最後に面が裏返ってないか確認するためにこちらの下矢印をクリックしたらこちらのフェイスオリエンテーションというのを選択します。中のドリンクだけ面が反転しているようなのでタブキーを押して編集モードに移動しましょう。
A で全選択したら Shift N でこんな感じで方線を反転してあげます。全部青くなれば OK です。もうこの表示はいらないので、また下矢印からフェイスオリエンテーションのチェックを外しておきましょう。では今度シェーディングの設定をしていきましょう。ライトをまず配置しておきます。Shift プラス A からライトの中の3を選択します。斜め上の方からライトを当てたいので、点キーの1を押して正面からの視点に切り替えたら R で回転しておきましょう。あとはライトの強さを上げたいので、こちらのストレングスを10まで上げて、アングルも30度ぐらいまで変えておきましょう。あとはレンダープロパティからこちらサイクロスに変更しておいてください。ではシェーディングタブに移動していきます。まずはグラスのマテリアルから設定していきましょう。ベースカラーのバリューを1まで上げて一番明るい白にしておきます。続いてこちらのトランスミッションの値を1まで上げましょう。そうするとこんな感じで透明に変わるかなと思います。今回はすりガラスっぽい感じにしていきたいので、もう少しだけラフネスを上げていきましょう。今回は 0.8 に変更しておきます。では続いて中身を作っていきましょう。今回はこういう感じのグラデーションにしていきたいので Shift プラス A からインプットの中のテクスチャーコーディネートとテクスチャーの中のウェーブテクスチャー、コンバーターの中のカラーランプを選択します。オブジェクトとベクトル、ファクターとファクター、カラーとベースカラーをつなぎます。こちらの X を Z に変更しましょう。ちょっと見にくいと思うのでカラーランプをシフトとコントロールを押しながらクリックします。とりあえず色を変更していきましょう。黒い方はオレンジっぽいカラーに、白い方は水色っぽいカラーに変更します。あとは位置を変えるためにこちらのオフセットの値を変えていきます。シフトを押しながらだと調整しやすいかなと思います。今こんな感じで下の方が黒くもやもやっとした感じになってるんですけど、こちらに関してはタブキーを押してエディットモードの状態で A で全選択、S で拡大してこの中身のドリンクをガラスにめり込ませてあげるとこのもやもやしたものが消えると思います。では続いてアイスクリームの方のマテリアルも設定していきましょう。ちょっとだけ黄色っぽいような感じのカラーにしたら Shift プラス A からインプットの中のテクスチャーコーディネート、あとはテクスチャーの中のノイズテクスチャー、ベクトルの中のバンプを選択します。オブジェクトとベクトル、ファクターとハイト、ノーマルとノーマルをつなぎます。ディテールを15まで上げましょう。あとはスケールをもう少しだけ大きくしていきます。今回は100ぐらいでいいかなと思います。あとはちょっと質感が強すぎるかなと思うのでストレングスの値を下げていきましょう。そんなに大きくなくていいので 0.1 ぐらいでいいかなと思います。では今度さくらんぼのマテリアルも設定していきましょう。さくらんぼはツヤツヤした感じで表面に少し質感が乗るような感じにしていきたいと思います。なのでこちらのアイスクリームと同じようなマテリアル構成でいいと思うので、こちらのマテリアルのアイコンからマテリアル002を選択して、こちらからニューマテリアルで新しいマテリアルを作ってあげます。まずはベースカラーを変えていきましょう。こんな感じの赤っぽいカラーにできたらツヤツヤさせたいのでラフネスを 0.2 に変更します。あとはもう少しだけこのテクスチャーを細かくしていきたいので、こちらのラフネスの値は 0.8 ぐらいにしてあげましょう。ストレングスをもうちょっとだけ小さくしていきます。こんな感じでツヤっとできればいいかなと思います。ではこちらのヘタの方のマテリアルも設定しましょう。
こちらも同じような感じでいいので、ニューマテリアルで新しいマテリアルを作ってあげたら、もう少しだけ暗めのカラーにしてあげます。こんな感じでいいかなと思います。ではレイアウトの方に戻ってまた配置していきましょう。背景を作りたいと思います。シフトプラス A、メッシュの中のプレーンを選択します。今回はこんな感じで床と壁を作りたいので、シフトプラス D、RX90 で90度回転します。GY で後ろ側に移動していきましょう。だいたいこんな感じの位置でいいかなと思います。ニューをクリックして色を変えていきます。同じマテリアルを選んであげましょう。ではカメラを設定していきます。撮りたい角度を決めることができたら Shift プラス A からカメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたらビューの中のカメラトゥービューにチェックを入れます。マウスホイールを回して後ろ側に移動していきます。今回アスペクト比は1対1にしたいので、こちらのアウトプットプロパティからレゾリューションを XY 同じ値にしてあげましょう。カメラの位置を決めることができたらもう動かしたくないので、こちらのカメラトゥービューからチェックを外しておきましょう。ではライトの設定もしていきたいと思います。マウスポインターを画面の左上に持ってって画面を分割します。ちょっとこれ邪魔なので N と T を押して隠しておきましょう。こちらもいらないので N と T を押します。ではこちらのサンライトの角度を変えてライトの向きを調整していきましょう。まず RZ で回して、今回は壁に影が当たるような感じにしてあげます。ちょっとライト明るすぎるのでこのストレングスの値を小さくしていきます。あと影がにじみすぎているのでもう少しだけこちらのアングルの値を小さくしていきます。ではあと色をもうちょっとだけ調整していきます。クリームソーダのノード1個つなぎ忘れたのでもう一回シェーディングタブに戻ります。このカラーランプのカラーをエミッションの方にもつなげましょう。そうするとこんな感じで光ってくると思います。もうちょっとだけライトを強めたいのでエミッションストレングスを2に変更します。あとは長さをもうちょっとだけ長くしましょうか。クリームソーダとガラス両方選択したらタブキーを押してエディットモードに移動します。透過表示をオンにしてあげて、こんな感じでここから上すべて選択します。SZ で伸ばしていきましょう。あとは形をお好みで調整してあげてください。グラスの形に合わせて他の要素も移動しておきます。もうちょっと細くしたいなと思ったら S、シフト Z で高さを変えずに細くすることができます。
配置ができて色も決めることができたらレンダリングの設定をしていきましょう。レンダープロパティに移動します。サンプリング数は512ぐらいでいいかなと思います。で、ノイズのチェックはなくて OK です。コンポジットの設定もしていきましょう。コンポジッティングタブを開いてユーズノードを選択します。で、ノイズのノードを入れていきたいので、こちらのビューレイヤープロパティからデノイジングデータにチェックを入れます。そうするとこの3つが出てくると思います。シフトプラス A からフィルターの中のデノイズを選択します。イメージとイメージ、デノイジングノーマルとノーマル、デノイジングアルベドとアルベドをつないで、イメージとイメージをつないであげます。あとは画像のコントラストを上げるためのノードを入れます。カラーの中のブライトコントラストを選択して、こちらの間に入れてあげましょう。あとはこの画面でコンポジットの処理を見たいので、アウトプットの中のビューアーを選択して、こちらのブライトコントラストのイメージとイメージをつないであげます。ではレンダリングしていきましょう。F12 を押してレンダリングします。ちょっと画像が大きすぎるので V を何回か押して小さくしておきましょう。ではコントラストを上げてもう少しだけはっきりとした絵にしていきたいと思います。こちらの値に関してはマテリアルのカラーだったりライトの条件で左右されるので、ご自身の作ったこの絵に合わせて数値を調整してあげてください。今回こちらで作業して作った画像はコントラストの値が10ぐらいがちょうどいいかなと思いました。じゃああとは先ほど最小化したウィンドウを出してくるかレンダリングタブからイメージのセーブやセーブアズで保存してあげましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。